サンジが窮地で見せる一切笑えない行動に対する読者の反応集をご紹介します。ホールケーキアイランド編のサンジ君を考えると割とシャレにならないというかラブにできない自己犠牲だって判明しちゃったというか、でもこれがサンジ君だしなぁとも思ってしまう。仮にこれがウソップたち男人だったとしても口では文句言いつつ内心安堵してそう。なんで俺がてめえの代わりに怪我しなきゃなんねえんだよ。って言ってるのが目に浮かぶ。自分から人かばって怪我しに行くくせにな。エロガッパだけどこういうところは尊敬するよ。サンジはエロガッパじゃなかったら笑えないレベルでかわいそうなキャラになってたからサンジがエロガッパで本当に良かったよ。数週前までサンジかわいそうお辛い一色だったけどここでみんなもう大丈夫だな。ってなったって話好き。仲間が傷つかないためなら自分の体がどれだけ痛めつけられても良いと思ってやがる。これが死ぬことが恩返しとかほざいてた男だ。はい。ここら辺見るたびにお前ほんといい加減にしろよと言いたくなる。これがあるからこそロビンに助けてが光るんだよな。復唱して、どうぞ。初見からルフィにこれを言わせ続け最終的にだってそれがお前だって折れさせた男。この吹き出しですよ。ルフィが小学生でも理解できるくらいの正論を言ってるのに当のサンジが心底理解しきれてないこの表情よ。出会った人全員恩人で誰にも迷惑かけず消えたいと言ってのけた男だ面構えが違う。誰にも迷惑をかけず自己肯定感低すぎてやばい。お前がいねえと俺は海賊王になれねえ。でちょっとは持ち直せたか。ルフィが勧誘一回諦める程度には頑固だからこの無意識の自己肯定感の低さもなかなか変わらないんだろうな。それはそれとして海の一流料理人とか強さとかの自己評価は高いから難しい。自分の仕事に誇りは持ってるけど自分の代わりはいると思ってる。複雑な心理描写。料理も強さもゼフ由来だからな。自分を肯定しているのではなく伝授された技術に誇りを持っているので自己肯定には繋がらないというわな。コックとしてのプライドはしっかりあるけど窮地で自己犠牲選べる優先順位の低さ見るに根本の肯定感と結びついてないよな。父親から教わったことは死んでも守る男だからな。この時点の描写でレディが大好きだから、じゃなくてそう叩き込まれて育ったから、が出るあたりサンジ君はさ、女好き4つこの反応を見る限り血筋女尊幼少時に味方をしてくれるのが女性ばかりだった女を蹴れない養父との男の約束。一見すべて女好きが原因と見せかけて全部由来が違うのめんどくさくて大好き。獅子外れるけど PH あたりではジェルマ云々の設定は固まってたのかな。頑丈さの強調とかシーザー、薬血統因子関連の登場章だったし。改造人間ってあたりがいつから固まってたんだろうなって話だと思う。それはそれとして PH での波がサンジの体の頑丈さに驚いてたのは当時ちょっと違和感覚えたから考えてはいたんじゃないかとは思う。いや、普通に戦闘要員の体の頑丈さに驚いたでスルーできる範囲内だからわからんけども。情けない男を。言えたじゃねえか。私があなたの立場なら今すぐ逃げますね。よほほほほほほ。ここの敵側と味方のブルック・ロビンの感じ方の違い好き。助けに来たのがサンジをどう超えて優しいと評したブルックとエニエスロビーで助けられたロビンなのも好きだ。ブルックが傑作って言ったけどバカにして笑いながら言う方じゃなくて本来の傑作の意味で言ったんだろうな。一流コックの自負はあるけど根底で自分に価値は別に感じてないのでコックならまた探してくれって簡単に言う。サンジの自己犠牲は登場時から書かれてたけど本人のチンピラ気質なところとか頭の回転の速さにうまいこと隠れててあんまりピックアップされてこなかったんだよな。こんなどす黒いことになってたとは。これが一番の地雷ってのがいいよね。この後のガチギレが印象的。まず虐待とネグレクトで自己肯定感をゼロにします。さらに偉大な男の自己犠牲で命を救われて二段そこにドン、ヒーローできた。一味全員に言えることだけどサンジもなかなかにトラウマ案件が多い。なのに本人が結構平然としてることが多い。エニエスロビーでロビンやフランキーやウソップは救われて自己肯定感を得たけどサンジはいつも助ける側の人間で、自分の存在が救われることは WCI 編のルフィのそれがお前だろまでなかったと思う。ここに貼られてる発言を見るに自己犠牲的なところは素であって、本人は未だに自分の闇に気づいてなさそう。ここまで言っといてウソップもまとめて両方かばったっていう。ナミさんのためにウソップが死んでも構わないしウソップのためには俺が死んでも構わない。これだから口だけの男は、今見るとウソップを男として立てる意味もあったのかも。って思う。サンジ君は人運に恵まれたな。オーナーゼフとルフィは元よりその前に下働きで乗ってた客船もいい人が揃ってるように見える。オービット号の人たちいい人だったな。
育ちの良さ伏線とはいえチビナスが自分たちが客の食べ残し食べることバカにして捨てても諭すだけで怒った様子なかったし。ルフィの定義におけるヒーローだからなサンジ。しかも自己犠牲に傾倒気味のタイプ。ゾロっていう競える相手がいなかったらさらに締めっぽいキャラになってるだろうなぁと。読み込めば読み込むほど印象が変わる深みあるキャラしてて好き。またサンジのことが好きになってしまった女の子になってサンジにセクハラされてでもサンジが相手に直接触ることってそんなにないよね。痴漢だけで幸せだが。さすがにこれは己の身のみならずバラ系も巻き込んじゃってるんだよな。あげればバラ系が潰されるしあげなければゼフに愛想をつかされる罪では。だから天が海賊王になる男をちょうど良いタイミングで雑用に使わす必要があったんですね。今思えばエニエスロビー脱出の時一人で門開けさせに行ったのも最悪自分が帰れなくても皆が助かれば。って自己犠牲だったのか？当時は頭脳派ファインプレイだとしか思ってなかったけど。そこは頭脳派ファイプレイでいいんじゃないか？最初から自己犠牲前提というより選択肢に当たり前に自己犠牲が入ってるタイプだし。勝ち筋あると判断して行ったものの戻れなそうだなってなった時点で、戻るために最後まであがく、とおとりになってみんなの生存率上げる、を天秤にかけて後者選ぶようなやつなんだと思う。ここのセリフは衝撃だった。俺も死ぬとか言うと思わないよ普通。しけもくの泣き顔ばっかり言われるけどここも密かに名画よな。下手したらサンジは暗殺のことを知りながら黙って殺されてたかもしれないんだよな。ルフィたちは何の事情も知らないままサンジを失ってた可能性もかなりあったと思うとルフィがいて本当に良かった。ここのヤバいところは俺も死ぬ、じゃなくて俺も死ぬってクソ一回以上に自分に感情入れてないところだと思う。ほんとだシワが被ってるけどこれ悪の軍団ビンスモークは全員死ぬ。俺も死ぬ。いい方向にも悪い方向にも前向きでポジティブだなって思う過去に囚われてるけど過去の行動を後悔してあの時こうしてればっていつまでも悩んだりしない。そりゃ最初は甘かった。俺一人が犠牲になれば丸く収まると思ってた。みたいに反省するけど、こうなったなら仕方ないこう対処しようって前向きに生きててすごいと思う。まあ悪い方に働くとビンスモークと俺は死ぬしルフィたちなら自力で逃げる差になるんだけど、サンジの行動、心理が複雑性 PTSD なんだけど。まあそうなっても仕方ないくらいの体験を年齢一桁のうちにしてるし。生まれる前から血統因子を操作される父親、兄弟からの虐待母親との死別、半年間地下に監禁される鉄仮面付き、2年間一緒に過ごした船員と死別、85日間の遭難で餓死しかける。これが9歳くらいまでの出来事なんだよね。メンタルが強すぎる。サンジは決してメンタルが弱いわけじゃないしむしろめちゃくちゃ豪メンタルだけどそれを上回る勢いで世界の曇らせ力が強すぎる。家族は大嫌いだけど死ぬことはそれなりにショックそうなのに肝心な自分が死ぬことはそんな大層なことじゃないみたいに。オービット号で海賊に立ち向かうとこと会話の上でゼフの食料を奪おうとしたり生きる意志は強そうなのになんでこう自分の命に対して投げやりなんだろうな。そこまではそうだったんだ。だってそのために家を出たんだもの。ゼフでバグった。あんなことされちゃ命でもって恩返し思考になってもしょうがない。だから未来の海賊王に説教されたのに全然説教響いてないんですけどこの人、堅くなすぎてルフィの方が折れたからな。それでじゃあ俺がまとめて世王になるのが海賊王なんだけど、ゼフと出会う前の家出た時点で自己肯定感例だからな。まずは自己肯定感を育んで自信をつけるところからじゃないと。あれ？精神医療案件だなこれ？チョッパー、心も治せるドクター目指す気ない？心療内科が真面目に必要だよ。一味心療内科かかる必要ありそうなの何人かいるから割と本気で検討するべきだな。自分一人の時はしっかり生きる意志があるのに誰かの命が危険にさらされると途端に自分が置き去りになるんだ。傷つけられる痛みも辛さも知ってるから同じ目に合わせたくないのかもしれない。オダッチのいいところはこういうキャラの自己犠牲を、かっこ悪い、と断じるだけではなく、それもこのキャラの良さ、だと肯定的にも書いてるとこだよな。ルフィは自分はヒーローになりたくはないけどヒーロー自体は大好きだからな。サンジのあり方もそのまま好きなんだろう。サンジがこうなのは性分だから仕方ない。サンジが死なないようにまとめて背負えばいいってなるのはさすが未来の海賊王。いわゆる死にたがりとか、自己犠牲がアイデンティティみたいなのとは違うんだよな。誰かのために自分の命を差し出すことにためらいがないだけで、死にたくないし死んでもいいとも思ってないし夢もある。でも誰かが死ぬくらいなら俺が死んででも守った方がいい。誰かのためじゃなくて俺が誰一人守れない自分にならないために。なんだこの神様が分量間違えてこさえたみたいな生き物は。
大方いろんな瓶なぎ倒してんぞ。自己愛を完全に入れ忘れてる。自己肯定感ゼロの夢だけを持って生き抜いてやるぜ。人間に突然、お前を生かすために俺は大事なものを全て犠牲にした、なんて状況ぶち込まれたらこうなる。でも過去回想とかでゼフに、大丈夫、俺がいるんだ、とかって言ってるんだよな。それまで働いてた、働けてた、分の経験がかろうじてなけなしの自信になってたんじゃない？あの船のみんなサンジのことを普通に扱ってたからなおさら。だからこうして自信の源になるものを全部奪う必要があったんですね。本人たちに自覚がない上に普段は明るく楽しく仲間たちと冒険してるのでわざわざ自覚させて治療しましょう拍手かもしれない。あの一味の船というかルフィがいれば自然治癒できそうな気はする。あるといいよなオールブルー。お前が大事に思ってる仲間も同じくらいお前のこと大事に思ってるから自分だけ危ないことすんのやめろって何度言っても聞かない。俺みたいな奴のことを大事に思ってくれるなんてみんないい奴で大好きだ。ならなおさらみんなを守らなきゃ、ってなりそう。でも麦わらの一味みんなそんな感じだからいい感じに循環していけばいいんじゃないですかね。ここでサンジ君曇らされてて読み始めたんだけどサンジ君かわいそうかわいいね。ロビンに助けを求めたとこサンジにとっては割と大きめな進歩だったんだよな。その後心をなくした場合の自分の苦情ゾロに依頼したのはどう受け取ればよいのかわからんけど。駆除って言うなよと思ったけどサンジ本人なら言うかな。言うかも。って納得してしまって辛い。ルフィや仲間が求めてくれたんだから自分を大事にしなきゃ。でも化け物になってまで生きていたくないしそんなのみんなが求めてくれた自分でもないから消してくれ。いや化け物になってもワンチャン元に戻る可能性だってなきにしもあらずじゃん。決断早くない？みたいな気持ちになりますね。でも心を失ったらみんなが好きだと言ってくれた大部分を失うだろうし厄介で迷惑なことにしかならないだろうからゾロに後始末頼んどこ。って感じか。ルフィはどっちがいい？っていうところでちゃんとルフィなら今の自分の方が良いだろうと心ない殺戮人間よりも、弱点がある心ある自分を取れてたから良かったなぁと思ったのにさ、心ない殺戮人間になったら殺せ、って結論に至るの極端すぎるんだよ。正直こいつが皆が好きな俺を理解した時点で大進歩ではあるんだけどまだそこかよ。みたいなもどかしさがある。時間かけて大事なんだよって言っていくしかないんだけど、この年まで凝り固まった価値観とは一生の付き合いになるんじゃないかな。サンジの自己犠牲ってこれから治るのかな。ルフィにそれがお前だろって言われちゃったしそこは治る気がしない。敵も怪獣しちゃう美点でもあるし、